皆さん、こんにちは。Everyday Japanese by Aya を聞いてくださってありがとうございます。今日は2025年今年の漢字についてお話ししたいと思います。今年の漢字と思った方いますか？実は日本では年末に漢字一文字を使ってその一年を振り返るということをよくします。一年の間にやったことなどを思い出してそれに一番合う漢字を決めるんです。このコンテンツを投稿する頃には多分もう2026年になっていると思いますが、今日は私の2025年を表す漢字についてお話ししようと思います。そして今日は上級者向けに自然な速度で自然な言葉を使って話します。スクリプトもあるのでよければ概要欄からご覧ください。では早速私の2025年の漢字です。それは思考の考という漢字です。考えるという漢字ですね。はい。今年は本当にたくさんのことを考えました。自分の人生についてたくさん考えました。皆さんどうかわからないんですけど、今ふと思い出してみると、私は今まであんまり自分の人生について考えていなかったと思います。例えば、学生の時は、世間一般的に人生といえば大体みんなこういうことをするよね、みたいな。そういうマイルストーンにあるような、まず大学に受かるとか、その後会社に入るとか、そういうのが目標で、それに必要なことをしてきたんですね。なので何がしたいかとか、今後どうするかっていうことを考えることをしていなくて、一般的にみんなこうだよね、みたいなものに沿って行動をしてきました。なので全然考えていませんでした。それは会社に入ってからもそうで、会社に入ってからは自分のタスクをただこなしたり、でその結果、会社の中で自然と準備されているキャリアパスみたいなものに沿って、ただ仕事をしてきたんですね。で、カナダに来てからも実はそうでした。気づいたら私が働いていた場所は、とにかくたくさん働くっていう感じの、環境で、毎日とにかく働いて、で、その結果、プライベートでもちょっと大きなことがあったんですけど、秋頃に鬱っぽくなってしまって、もう私何もやりたくない、このままいなくなりたい、みたいなことを考えた時期もあったんですが、でもそこでやっと自分の人生何がしたいんだろうっていうのを考え始めました。はい。大変ではあったんですけど、それがきっかけで自分の人生について考えるようになったんですね。皆さんは自分の人生について毎日、日々、考えることありますか？10年後こうなっていたいなとか、10年後じゃなくても5年後こうしたいなとか、もしくは自分がおじいさん、おばあさんになった時にこうしていたいなとか、そういうことを考えたことがありますか？もしくは私みたいにあんまり考えたことなかったなっていう方もいますかね。はい。今日は、なのでどんなことを私が今年考えていたかについてお話をしていこうと思います。一番中心になることはキャリア、仕事のことです。
今年は自分の仕事が大きく変わった年だったので、時間の経過とともに考えたことっていうのがどんどん変わっていきました。はい。一番最初に考えたことは、いつ日本に帰って転職活動をしようかな、ということでした。私は2024年からカナダのトロントに住んでいますが、今年2025年の3月の初旬、最初の方ですね、にワーホリビザが切れるということで、もともとは数ヶ月旅行して、その後日本に帰ろうかなと思っていました。これはワーホリに来る前もそうですね。もともと海外に住みたいという気持ちだけで来たので、ここで英語を勉強したいとか、そういうことは一切なく、戻ってきたら転職活動をして新しい会社で心機一転働こうと思っていました。はい。で、やっぱり予定通りですね。ワーホリビザが切れてからは数ヶ月旅行をしようと思っていました。で、なんでかっていうと、やっぱりこの1年ずっと仕事をしていました。遊べる時間もほとんどなかったんですね。とても大変でしたけど、でも、これが終わったら、ちゃんと遊ぼう、旅行に行こうと思って頑張っていました。はい。で、数ヶ月っていうところの理由は、実は5月に誕生日があって、私が2025年29歳になる年だったんですね。なので、そのくらいには日本に帰ろうと思っていました。で、29歳って何か意味があるのって思う方いらっしゃるかもしれないんですけど、日本だと29歳と30歳では本当に大きな違いがあると個人的に思っています。で、どんな時に違いがあるのっていうことなんですけど、私の人生の中で、皆さんの人生の中でもそうだとは思うんですが、大事なこと、仕事と、あとはプライベートっていうと恋愛、家族という意味ですね。はい。最初の仕事という意味だと、転職がしたいとき、若いということだけでも武器の一つになるんですね。もちろん、知識とか技術とか資格とかも武器になります。でも私は特にそれが何もないんですね。もともと IT 系の会社で営業職として働いていましたけど、その営業職として資格を取ったりはしていましたけど、それって何かこう武器になるようなものかって言われると多分そんなに強い武器にはならなくって、で、かつ IT 系ですけど、自分が出た大学は文系で、大学の時に学んでいたことっていうと、それもやっぱり仕事に活かすことは難しくって。なので、若さだけでも、その武器だけでもなるべく使いたいなと思っていました。でも、30歳になると急に需要が下がるよっていうのを聞いたことがあるんですね。やっぱり自分と同じ武器が何もない人がいたとして、じゃあ若い人の方がいいよねって思って採用する会社はたくさんあるというふうに聞きました。はい。で、実はこれ恋愛も同じなんですね。皆さんの国、婚活とかありますか？どうなんでしょう。日本では、よく聞きますね、婚活。で、なんでかっていうと、やっぱり日本ってみんなと一緒にいることが安全で心地よくって。で、みんなと一緒、つまり一般的なルートっていうと、30代前半とか20代後半とかのうちに結婚をして、女性の場合は出産をしてお母さんになるっていうのが、やっぱりどうしてもステレオタイプなんですね。特に私のお母さんお父さん、もしくはおじいちゃんおばあちゃん世代が考える私たちに期待をする姿なんですね。なので、私と同じような世代であっても、それをしなきゃいけないと考えている人、したい、自然とそれをするんだろうと考えている人はたくさんいると思います。その結果、日本ではマッチングアプリとか婚活サイトを使って結婚相手を探します。
で、これもやっぱり仕事と一緒で、20代後半とか30代になると、どんどん需要が減っていくと、年1歳増えるごとにどんどん需要が減るよっていうふうに言われています。はい。なので、仕事とこの恋愛というかプライベート、家庭、家族という面で、もし今後いいご縁をつかみたいなら、本当になるはやで帰らないといけないなと思っていました。ましてや30歳になってしまったら、私が手にできるチャンスってガクンと減ってしまうんじゃないかなって思ってすごく怖かったです。でも一方で、今日本に帰ったとして、私は何を武器に転職活動できるんだろうって思いました。自分に自信がなくなって怖いなと思いました。自分がやりたいことも働きたい会社もどういう生活がいいかも思いつかなかったんです。で、それに加えてお付き合いしている人、カナダでですね、カナダでお付き合いしている人もいて、その人は一緒にいると人生が楽しくなると思える人で、今後も一緒にいられるといいなと思っていました。はい。なので、当初数ヶ月旅行したら日本に帰るって決めていましたけど、29歳なったばかりであれば大丈夫。まだ1年ある。じゃあ、あと半年ぐらいここにいようと決めたんですね。じゃあ、ここにいようと決めた後に何を考え始めたかというと、どうやって収入を得ようかということですね。先ほども言った通り、ワーホリのビザがなくなってしまう、切れてしまうので、ワークパーミットがないんですね。カナダの会社に雇ってもらうことができないです。なので、お仕事を探すこと、収入を得るというのはなかなか難しいことでした。特に私は難しかったです。インターネットで情報を収集して、いろいろ挑戦して、でも数ヶ月間は収入がゼロでした。生活費がとても高いので、どんどん減っていく口座残高を見ながら怯えていました。ダメだったら日本に帰国しようと思ってはいたんですけど、うまくいかないことばっかりで落ち込む日もたくさんありました。でも結果として日本語の先生として収入をいただくことができるようになりました。本当に諦めなくてよかったなぁと今思います。とても大変で苦しかったんですけど、やっぱり挑戦し続けることとかやめないこと、続けることが成功のコツだなぁと思います。はい。仕事ができてからは、今度は収入アップのために何ができるかを考えて過ごしました。日本語の先生として収入をいただき始めましたけど、それはまだ全然足りなくって、家賃がやっと払えるぐらいで、貯金を崩しながら生活をしていたんですね。そして日本語を教えるということは思っていた以上に難しかったんです。最初の数ヶ月は本当に毎日緊張していました。今日うまくレッスンできるかな？うまく教えることができるかな？と緊張していました。やっぱり日本語を話せるからといって教えられるわけじゃなかったんですね。うまく教えられないなぁと感じていました。なので、とにかくいいレッスンをしようと思いました。そうすれば、レッスンのお金を上げることもできると思ったからです。なので、とにかくたくさん勉強しました。毎日レッスンで使う教科書を使って私も勉強しました。もし説明が難しいなと思う場所があれば、自分なりにイラストを用意したりして、どうしたらわかりやすくなるかっていうのを考えて過ごしました。その結果、今でも
新しい生徒だったり、レッスンを始めて間もない生徒と会うときは緊張はするんですけど、やっぱり回を重ねるごとに上達していった気がして、今は会話も楽しみながらレッスンをすることができています。はい。そして、レッスンの予約も安定的に受けられるようになったんですけど、今度は空き時間を活用して稼ぐ方法はないかなと考え始めました。というのも、レッスンは朝の10時から午後5時までにしているんですけど、私の生徒の方がある程度自由に時間を決められるように、レッスンの予約ができるように、空き時間も多少残しています。そして、急遽キャンセルになることもあります。で、今のこの働き方だと予約がないと、つまりレッスンをしないと稼げないので、そのレッスンがない時も稼げたらいいなと思いました。そこで YouTube とテキスト販売を始めてみました。それを2つを選んだ理由は、空き時間を活用できるのはもちろんなんですけど、もし多くの方にお届けできるようなものになれば、将来働けなくなった時にも少しは収入を得ることができるかもと思ったからです。まだまだ YouTube を見てくださっている方は多くないですし、テキストも販売数はゼロです。でも、それは私のコンテンツが多くの方にとって時間を使うほどの価値があるものじゃない。お金を使うほどの価値があるものじゃないからだと思います。現時点ではまだ時間の浪費になっていますね。収入がないので、ただ時間を使っているだけ浪費になっていますけど、でもこれを先行投資だったと言えるように、今後も頑張っていきたいなと思います。例えば、内容の工夫をしたり、結果の分析をしたりして、多くの人に役に立つもの、多くの人が知りたいことを伝えられるものを作って、いずれは少しでも収入を得ることができたらいいなと思います。なので、もしよければ、チャンネル登録やコメントで意見をいただけると嬉しいです。はい。そして2025年が終わる今ですね、考えているのは、やっぱり今後のキャリアのことです。多分1年後には日本に帰っているか、もしくは帰る日が近づいていると思います。この仕事を続けるか、もしくは転職をするか、今の時点ではわかりません。どちらも悪くないと思っています。でも、まず基本的に私は選択肢というものはなるべく多く持っておきたいタイプなんですね。なので、実は少し前から英語の勉強を始めました。日本だと英語のレベルが高いと転職に有利になるからです。もちろん、日本にいながら海外の仕事をオンラインでするなんてこともできますよね。今、レッスンをして、ある程度英語を話すということに抵抗がなくなってきた今、もともと嫌いだった英語も伸ばすチャンスだと思って、今後の自分のために頑張っています。はい。今日は今年の漢字について話しますと言いましたが、私が選んだ漢字、考える、思考の考という漢字を選んだせいで、とても個人的でかつ真面目な話になってしまいました。もしここまで聞いてくださった人がいたら、本当に心の底からありがとうとお伝えしたいです。そして、もし似たような考えをしている方、または悩みがある方がいたら、ぜひ一緒に頑張りましょうと言いたいです。今年1年、本当にあっという間でした。皆さんも本当にお疲れ様でした。はい。もう去年の大晦日が本当に昨日のようですね。はい。ちなみに全然関係ない話ですけど、2025年の最初の食事は、マクドナルドでした。
ニューイヤーカウントダウンに行って、その後、ちょっとお腹が空いたので、マックに行って食べました。はい。2026年は、なんかもう少しいいものを食べようと思います。はい。皆さん、2026年、2025年よりもいい年に一緒にしていけたらいいなと思います。今回のエピソードはここまでです。最後まで聞いてくださりありがとうございました。話してほしいテーマがあれば、ぜひコメントしてくださいね。では、次のエピソードでお会いしましょう。またねー。